こんにちは、ゆうこです。今日はお金の話をしていきたいと思います。なぜかというと、今コロナの影響でね、お金の心配している方が世界中にたくさんいらっしゃると思います。実際に仕事ができなくってステイアットホームってお家にいる方もいらっしゃると思いますし、あと仕事がね立ち行かなくなってるとか、売り上げが、下がってるとか、そういうこととかいろんなことで心配されてる方がたくさんいらっしゃると思うので、お金についての宇宙的真理をお伝えして、なおかつなぜ今これが起こってるか、そしてこれから世界はどうなっていくかについてお話をしていきます。見終わる頃には心配がなくなっているように真理をお伝えしたいと思います。はい。今回ねちょっと占星術の見解もちょっと入れていきたいと思います。で、占星術は何かっていうと、漢字で書くと占う星のすべてを書きます。で、これっていうのはね、ものすごく歴史が深く長くって、かなり研究されている分野です。で、皆さんにとって占星術っていうと、もしかしたら毎日の占いとかね、天秤座今日は何位とか、そういう感じのね、個人的な何か性格を占ったり運勢を占ったりっていう風に捉えてるかもしれないんですけれど、でも実はこれっていうのは社会で今どんなことが起こってるかっていうのをものすごく詳細に見れるものなんですね。はい。で、今だけじゃなくって過去も見れますし、あと未来も惑星の配置によって何が起こるかっていうのを読み解けるんです。で、ちょっと簡単に説明しますね。で、皆さん私何々座ってありますよね。私天秤座、あなた魚座とかあります。あれは一体何かっていうと、その十二星座っていうものが地球の周りに位置してるんです。天秤座、さそり座、いて座とかっていう風にこう順々にこう地球の周りをぐるっと位置してます。で、これは動かないんですね。はい。で、そこに対して惑星っていうものがあって、火星とか金星とかで、そういうものは地球の周りをこうぐるぐると動いてます。地球から見た時の視点の話をしてます。で、太陽も地球から見るとこう動いているっていう風に見えるんですけれど、そうなると太陽っていうのは地球を1年かけて一周するんですね。360度で、さっき言った12星座をこう順々に回って一周していくんです。で、この前あった春分っていうのはお羊座に、入りましたよっていう、お羊座が一番最初なんですね、12星座の中の。で、その入りましたよ、なのでこの1年スタートですよ、占星術的には宇宙的にはスタートですよっていうのが春分です。で、春分から始まって、そこで生まれた人は、このね、太陽がお羊座にある時に生まれた人は、あなたお羊座ですよってなります。で、次の月とかに生まれたら、ここ動いてきてお牛座の位置になって生まれた人、それはあなたお牛座ですよってなります。で、これ順々に12星座になっていくんですけれど、これね、太陽は1年ですけど、じゃあその外とかってこう太陽よりどんどん地球から遠くなればなるほど1年じゃ回りきれなくって、2年かかるとか、5年かかるとか、そういう風にどんどん遠くなれば遠くなるほど、この一周する年数っていうのは長くなるんですね。で、この惑星がどこの星座、どこの位置にあるかによって地球に対しての影響っていうものがどんどん変わってくるんです。で、今注目私してるのが冥王星です。で、冥王星っていうのは地球から一番遠くにある惑星で、一周するのに250年かかるんですね。で、250年かかって、今冥王星っていうのはヤギ座の位置にあります。ヤギ座の位置にあって、でもう何年かかけて水亀座の位置に移動していきます。で、この同じ配置、今と同じ配置にあったのはいつかっていうと、
250年前が一周すると250年なのでね、はい、なので250年前が今と同じ配置にあって、冥王星からの影響を今と似たような影響を受けたのは今から250年前の、はい、時です。じゃあその時に何があったかっていうと、フランス革命があったんですね。はい、その時私過去世で生きてたので詳しいんですけどはい、私から見たね視点の記憶しかないですけど、その時に何があったかっていうと、フランス革命前の250年っていうのはどんな世界だったかっていうと、王様がトップの、はい、世界です。どこでも世界中どこでも王様とかがいて、そこから貴族階級とかがいて、でそこからブルジョア階級とか市民とかがいてっていう風になってます。日本でもこの階級っていうのはあって、死の交渉とかねよく言われてるような時代です。でそれが変わっていくんですよ。250年前冥王星の影響、影響っていうかね、そこの配置で起こったことっていうのは、この身分制度っていうものが崩れます。はい、処刑にあったり、日本だと幕末のね動乱期があったりして、で世界中でどんどんとこういう身分階級っていうのがなくなっていきます。でそれまでの250年っていうのはもうどこの家柄に生まれるか、どこのファミリーに生まれるかで変わってくる感じでしたね。で戦争っていうのも自分のファミリーの領土を広めるため、そのファミリーのパワーを大きくするための戦争とか、同盟とか、政略結婚とかね、そういうものが行われていた時代です。でも地球っていうのは周期的にどんどんとシフトしていくようになってるので、250年前にフランス革命とかが起こってこれがなくなっていったんですね。はい、その王様の制度っていうのがなくなります。でその後じゃあどんな世界になったか、はい、その18世紀から今2020年ぐらいにかけてどんな250年だったかっていうと、産業革命が起こって資本主義、経済市場主義の社会ができてきました。お金持ちが権力を持つような世界になったんですね。お金持ちとか財閥とか、お金を持ってる政治家、お金ないとね政治家になれないじゃないですか。いろいろね、いろんな方がもちろんいますけど、結構大半がお金を持っていないとできないような、はい、社会でしたね今までね。いろんな方がいますよ、誤解しないでね。はい、でなのでこの250年間に起こった戦争っていうのも過去にあったそのファミリーのパワーを大きくするための戦争じゃないんですね。領土を広げるためのじゃなくって、この250年で起こった第一次世界大戦、第二次世界大戦とかもお金儲けのための戦争でした。この辺はね戦争に詳しい方とか、本とかもたくさんあると思うので、はい、詳しく知りたい方はそっちを調べていただいて専門家の方にねお任せしますが、戦争をすることで武器とか、そういう兵器とかがものすごく売れてお金がすごく儲かるっていう世界だったんですね。はい、で、250年目を迎え、これからこの経済市場主義の社会が変わっていきます。で一応念のため誤解してほしくないのが、じゃあこの250年間の経済市場主義の社会に対して否定してるかって言ったらそういうことじゃないんですよ。でその前の250年間のその王政とかの社会を否定してるかって言ったらそうじゃなくって、地球上でこの歴史が存在したってことはもう地球宇宙的にそれが必要だったから、そういう流れとしてあったからそういうことが存在したんですね。でなので、ここでその歴史が良かったか悪かったかとかっていうジャッジはもう入れないでほしいです。私も入れません、全く。でむしろ必要だったから存在したと、必要だったからそういうふうな歴史が起こっていたっていう認識です。はい、認識でいてほしいなと。自由ですけどね、はい、そこは。
でじゃあこれからの250年どうなっていくかって言ったら、今までのこの250年前はその王政のこの階級っていうものがあったわけですよ。でその後のこの近年の250年はお金持ちによる階級っていうものがあったんですね。でこれが変わっていけますね。で今までのこの例えば社長とかがいて、その下にこういろんなね管理職とかがいて、でその下に従業員がいるみたいな、そういうのも変わっていきます。でこれからはね、一人一人の能力がものすごく発揮される時代になっていきます。で今まではこれがとても良かったんですよ。この図式がね、このシステムがすごく良かったんですけれど、これからっていうのは変わってきて、個々の能力がフューチャーされて、個人個人が自立していく時代になります。でどのようなふうに活躍するかっていうと、それぞれの能力を発揮して、それぞれのクリエイティビティが発揮されるような時代になっていきます。それぞれがクリエイターです。それぞれの能力に関しての。で一人一人個々が自立するようになるんだけど、じゃあ今までみたいに大企業とか大きな組織みたいな、これね学校も実は含んでるなって私は思ってるんですけれど、大きな組織じゃないとできないことっていうのは確かにあります。大事業とかね。だけど今まではこのピラミッド形式だったんですけれど、上からの階級でね、そうじゃなくって、それぞれがそれぞれの能力を発揮して補い合いながら、助け合いながら自分の力を出し合うっていう、このチームでみんな対等っていうようなチームができていくと思います。でAI がね出だして、人間が今まで労働的にやっていたことが全部 AI が取って代わってくれるっていうふうにはもう皆さんねご存知と思いますけれど、なので今までのある意味隷属的な関係の労働っていうものがどんどんなくなっていきます。でそこでフューチャーされるのがそれぞれのクリエイティビティです。で今注目してほしいのは自分の能力です。でね、能力ない人ってね、それぞれもう素晴らしい能力があるから、もう能力ない人なんてね全然いないんですよ。私今まで出会ってきた人、あと周りにいる方々っていうのはやっぱりね、それぞれもう個性的で素晴らしい能力っていうのは皆さん持ってるんですね。でただそれを活躍できるような場が今までなかったから、それは趣味としてやっていますとか、プライベートでやっていますとか、ボランティアでやってますとか、そういうことが多かったと思うんですけれど、これからはそれが社会の役に立つ時代になっていきます。でその傾向っていうのはもうどんどん出てきてて、例えば趣味で作っていたものをフリマアプリとかそのクラフト系のアプリで売れる時代になってたりとか、そうですね、例えば情報発信とか、あとセミナーとかね、そういうことで自分の知識をシェアすることで対価をいただいてたりとか、そういう社会がどんどん出てきてますよね、なってますよね。なので今ねステイアットホームで、今までの仕事からちょっと離れているとか休憩しているとかっていう方は、今までの仕事をもっと追求していきたいと思ったら形式を変えていく、もっとクリエイティブな自分発信の何かものをしていくとかっていうのを考えてほしいんです。で今はもしかしたら組織の中の一部なので動けないと思っているかもしれないけど、ちょっと視点を変えて自分が発信できることは何かないだろうかって、で考えてやってみてください。だって絶対にものすごい能力持ってるんですもの。ね。なのでアクションを起こしましょう。自分の能力に対しての少しずつでいいからアウトプットする、社会にシェアリングする、これが分かち合うってことです。でこうやって分かち合うことに対して宇宙はその活動資金としてお金とか何か富とかサポートとかそういうものをどんどんくれるようになってます。そうで本当にね、自分なんてって思わずに、皆さん本当に素晴らしいし、それぞれが本当に素晴らしいっていうのがどんどん分かっていく時代なので、どんどんとアウトプットしましょ
ね、今結構組織から離れて個人個人にバラバラにされています。でもこれはね、宇宙の流れです。会社に行けないとかグループで活動できないとかっていう場合はバラバラにされてることに対してこれは意味があるんだなってことを見出してください。で個人個人で素晴らしいものが絶対的に発揮できる。でちょっとずつでいいからそれがお金になるかならないかとかっていうのは後からついてくるから、後から。なのでこれを社会にシェアしようっていうふうに何か活動をちょっとずつでいいから始めてみてください。絶対に未来につながりますから。というわけで今日は宇宙にはね富が溢れてるので、その真実をその視点をちょっと入れてみることで、お金の心配をしそうになったらその意識を入れてみることです。ね、まずは意識からでいいです。行動以前に意識。そうお金じゃんじゃん使いなさいだからって言ってるわけじゃないんですよ。意識変えると本当に現実が変わっていくので、意識変えましょう。ただですから、ただね。そうでその上でこれからの働き方、自分の生き方っていうのを変えていきましょう。でどんどんと自分の能力を認める。素晴らしいから、本当に皆さん素晴らしいから。例えばさ、ゲームとかにしろこんなの一銭にもならないよみたいに思ってるようなことですらアウトプットすることでお金にしてる人ってたくさんいるんですよね。なんかね、すごいって思ったのが YouTube で90歳のおばあちゃまがゲーム好きでゲームをして実況中継とか感想を言いながらなんかね素晴らしいアウトプットしてるんですよね。すごい人気で人気 YouTuber みたいです。なので何かしらアウトプットする。それは情報でも何か作ったものでも何でもいいから、自分のとこだけに貯めておかずにそのものを社会に出してみること、もうそれが素晴らしい社会の循環、喜びの循環を作り出すので、何かそういうものをしてみましょう。それはね、あなたが例えば主婦であろうが子供であろうがお年寄りであろうが関係ないです。関係ない。今言ったように90歳のおばあちゃんがね YouTube してるぐらいですからね。これから素晴らしい喜びの個人個人が輝く社会ができてきます。そういうお話でした。楽しみですよ。皆さん本当に素晴らしいから自分の素晴らしさを認めてください。ということでした。ありがとうございました。ごきげんよう。皆さんごきげんようって私言うんですけど、よくごきげんよく過ごしましょう。ごきげんよく過ごしてるとごきげんいい現実がやってきます。なので皆さんごきげんよう。ありがとうございます。またね。でじゃあもうすでに独立して活動してますよという方ね、あとなんかもうクリエイティブな仕事をしてますよっていう方は、時代の波に乗れています。で例えば今活動がねなかなかできなくなってるっていう状況の場合は、今の時期を利用してより自分の能力を開花させ、よりクリエイティブにするにはどうしたらいいだろうっていうのを考えて実行してみてください。例えばレストランをやってますとか、シェフをしてますとか、独立して個人的に何か営業をしてますとか、あとアーティストの人たちももちろんそうですね。音楽家とか芸術家とか例えば何かレッスンをするような人たちもね、茶道にしろ剣道とか、そういうヨガの教室とかそういうものにしろ、もう自分の能力を発揮してやってますっていうような方々はより自分の能力をシェアすることにフォーカスしてください。で今までもしかしたらとはいえ生活のためにお金をねもう考慮しなきゃいけないから、お金を考慮した上でのメニューを作ってるとか、お金を考慮した上での活動をしてるとかっていうものがあったかもしれないです。でそういうものが今度ね心配なくなってくる時代になってくるんですね。
なのでもしお金の心配がなかったらこういうものを作りたいなとか、もしお金の心配がなかったらこういう活動をしたいなっていうのを今の時期に見つけてください。で、意識の中、イメージの中だけでもいいから、まずはそれをイメージングしてください。でね、イメージングすると本当にそれ現実化するから、でそのサポートが絶対にやってくるので、今アーティストの人とかね、音楽家の方とか活動できなくって苦しんでる人も世界中にたくさんいると思いますけれど、チャンスですから、シフトする、心配ない、大丈夫。はい、ということでした。ありがとうございました。皆さんごきげんよう。またね。